はい。配信をご覧の皆さん、こんばんは、バッチです。さあ、今週も、バッチの俺がたい研究所、玩具レビュー生配信の方をスタートしていきたいと思います。イェイ。いやー、始まりました。いやー、あっという間に土曜日になってしまいましたね。いや、今週もね、なかなか大変な週でして、というのは、うちのね、娘ちゃんがですね、あの、て、えっ、と、中間テストがあったんですよね、中学校の。その本番があったので、ようやっと終わらせてね。もうほんと、今月入ってからずーっとそれにかかりっきりだったんで、ようやっと終わったって感じなんですよね。と思えばね、明日はあの、おいっ子ちゃんのね、お誕生日会をやらなきゃいけないっていうんでね、もう部屋とかを全部総ざらいで片付けたりしなきゃいけなくて、もうね、大変。しかもね、明日サッカーの日本代表のチュニジア戦がね、行われるんで、それもね、ちょっと観戦したいっていうことだったんで、ね、テレビをね、急遽大広間の方に持ってってですね、設営して、もう、全部やんなきゃいけないんで、大変だったんですよね。もうずっとしんどくてヒー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 言っておりました。などとね、取り留めのないお話をさせていただいておりますけれどもね、ちょっと毎週、なかなかね、心身ともに、ボロボロの状態で今ね、毎週土曜日、夜ようやっとね、自由な時間を得て、はい、生配信をしているもんですから、やはりですね、ちょっとエンジンがかかるまでに時間がかかるということでですね、はい、ちょっと、お酒などをね、ちょっと一ついただきながら、ちょっと体にね、アルコールをちょっと染み込ませて、いやー、口をね、軽くするためのね、アイドリングタイムが必要でございまして、それでちょっとね、このような形で取り留めのない話をさせていただいております。いやー、頭がね、まだシュワーっとしてますね。いやー、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。ね、だんだんね、暑くなってきましたね。もう今日は、あの、こちら、ここら辺は、雨がね、すごくて、だからね、暑さは大丈夫だったんですけど、湿気がすごいですね、湿気が。あ、コメントいただいてますね。山中由紀さん、主さん、皆さん、こんばんは。お疲れ様です。今日はボートレース大村で岸高野さんのお笑いショーを見に行きました。明日は花子さんのお笑いショーを見に行く予定です。とても楽しみです。そして Amazon でシンカリオン SGX、ブラックシンカリオンなどを買いました。あ、山中ゆきさん、いつも、よくお越しくださいました。ありがとうございます。あ、そして山中ゆきさんから、スパチャを頂戴いたしました。山中ゆきさん、いつもありがとうございます。乾杯。いやー、いつもありがとうございます。大変励みになっております。いやー、もうね、最近はなかなかね、なんか動画なんかをね、編集したり、いろいろ作ったりするっていう時間もほんととんとなくなってしまいましてですね。で、作品をね、作るっていう、そういう時間もね、なかなか捻出できなくて。でも、今週末にですね、ミニプラオフ会っていうね、オフ会にいつも参加してるんですけど、そちらがね、今月末に、はい、開かれますので、それまでにね、
ちょっとある程度ね、考えて、今、作り途中のもの完成させたいなって思うんですけどね、もう全くやる時間がないですね。本当はね、いっぱい動画撮りたいのはあるんですけどね。なので、最近はもう諦めてですね、生配信をちょっと編集して、再編集バージョンみたいなのをやって、それを動画の代わりにできないものかとか、そういうことをね、ちょこちょこ考えたりしてやってるんですけれども、まあね、本当に、時間がいくらあっても足んないですね。本当。さあ、そしてですね、今週もいくつかね、やりたいことはいろいろありまして、先週までに、ザ合体のダンクーガとザ合体アルティメットダンクーガの方を、はい、レビューさせていただいたんですけれども、ちょっとね、その後いろいろね、いじくったりしてて、これいいんじゃないかみたいなね、俺合体なんかをね、ちょっと考えたりしたんですよ。で、それね、ショート動画で撮って、でショートの動画でね、やろうかななんて思ってたんですけど、なかなかね、編集するところまでいかず、今週を迎えてしまったんですが、はい。本当はね、それでショートで出そうと思っていた俺合体があったんですけど、ちょっとそれも踏まえてですね、はい、今回はそちらの俺合体も含めてのレビューをさせていただきたいななんていうふうに思っております。いやー、ということでですね、ちょっとそろそろだんだん温まってまいりましたので、レビューの方をしていきたいかなと思います。さあ、それでは今回ご紹介するのはこちら。はい。ザガタイのダンクーガシリーズ第3弾ということでですね、こちら、ブラックウィングだイェイついにダンクーガ、ザガタイのダンクーガシリーズね、ラストの、はい、ラストでありね、本命のブラックウィング、こちらの方をレビューさせていただきたいと思います。そしてですね、ご存知の通りですね、こちらのブラックウィングは、ダンクーガと強化合体をしてですね、ダンクーガ初の強化合体ということでですね、ファイナルダンクーガ、こちらの方にも合体できますので、そちらの方もやっていきたいと思います。いやー、楽しみにしてたんですよね、こちら。なのでね、ちょっと、早速ね、ご紹介していきたいな、なんていうふうに思っております。まずはですね、今回はブラックウィングっていうことですので、ブラックウィングの方をね、ちょっと、レビューしていきたいかな、なんていうふうに思うんですけれども、そうですね。ではちょっとそうしますか。よいしょ。よっ。はい、こちらがブラックウィングですね。そうか。どのみちスタンドが今回一旦必要になるんですよね。だから、ちょっと一旦スタンドを持ってきますか。少々お待ちください。ごめんなさい。よいしょ。はい、こちら、スタンド、ドドン、持ってまいりました。いつもはね、ちょっとレビューするのに、まあ、あんまりいらないかなっていうことで、
スタンドはね、使用しないんですけれども、今回はね、ちょっと実は必要なパターンがあるんですよね。なので、今回はね、ちょっと異例の形でですね、スタンドを使用してのレビューをしようかななんていうふうに思っております。そっか。逆か。これこっちか。こうか。そんで、こうか。こうですね。失礼いたしました。はい。改めて。さあ、今回ご紹介するのはこちら。はい、ザガタイダンクガンシリーズ第3弾のブラックウィングだイェイ。そしてですね、こちらはブラックウィングの、ビークルモードですね。ノーマルモードの状態になっております。こちらのブラックウィングのノーマルモードは、まあ、何ですかね、こう、ワシというかタカというか、そちらのね、猛禽類の鳥ちゃんのですね、状態を模した航空機になっております。で、重戦機体の航空機といえば、はい、イーグルファイターがメインなんですけれども、そのイーグルファイターから比べるとね、ものすごく大きい、大型の、はい、マシンになっております。ね、めちゃくちゃ、でもね、ザガッタイすごいですよね。ものすごい、成功というか、ね、こちらの頭部なんて本当に、すごく精度が高いね、かっこいい顔をしております。シュッとしていてね、こういったような形でね、ちゃんと金縁のモールドなんかも入っていて、すごく綺麗ですね。精度が高いです。ね、こちらの、ブラックウィングは、まあ、劇中にね、登場しましたのは、パイロットがアラン・イゴールさん、アラン・イゴールというパイロットが乗りまして、で、こちらはですね、重戦機体の長官であるイゴール長官の息子なんですよね。息子が登場しております。で、このアラン・イゴールっていうのはもともと、はい、まあ、将校の、えっと、まあ、その、お父さんを継ぐ形のですね、エリート街道を歩んでいたもの、軍人なんですけれども、で彼がですね、父親と反目をしてですね、で、えー独自でですね、ゲリラ部隊を創設してですね、そこで戦ってたんですね。それが黒騎士隊っていう部隊でして、で、そこの黒騎士隊の隊長として、重戦機隊にと、まあ、ちょっかいを出したりですね、反目したりしつつ、基本的、最終的には、重戦機隊と合流してですね、重戦機隊をサポートするための、はい、組織として、戦って、共闘していたというかな形になっております。で、まあ、このね、ブラックウィングは、テレビ本編だとね、唯一、登場する味方機というかね、味方ロボットになりますので、なんか話によるとですね、なんか、その放映当時も、デラックス超合金版のブラックウィングっていうのはね、商品企画としてあったらしいですね。うん。まあ、だけど、ちょっとね、テレビ本編の、は、すごくね、人気だったらしい、人気だったんですよ、アニメはね。うん。だけど、結構ね、このアニメファンに人気になっちゃって、あんまりこの本来のターゲットであるちびっ
子の方にはね、あんまり刺さらなかったっていう話で、あんまり売れなかったらしい、売り上げが芳しくなかったらしく、ね、ちょっと若干早めに切り上げての、打ち切りになっちゃってて、だから、商品企画もね、ブラックウィングあったらしいんですけど、それはね、ちょっと頓挫しちゃって、結局、売れ、発売されなかったんですよね。というね、売れ期目にあったんですけれども、まあね、後年ですね、ダンクーガのこのアニメが DVD ボックス化した際にですね、この DVD ボックスに、大張さんがですね、大張正美さんが、DVD ボックスのね、カバーイラストを描いたんですけど、そのカバーイラストにね、ノリで、このブラックウィングとダンクーガがね、合体した姿、まあ、後にね、ファイナルダンクーガって言われるね、強化合体した姿を描いてですね、それを DVD ボックスにしちゃったんですよね。そんなのは、テレビ本編には登場してないんですよ。テレビ本編どころか、その後の OVA でもそんな強化合体とかないんですよね。なんで、突然、ノリで強化合体した姿を描いちゃったら、まあ、それがね、大反響を呼んでしまったんですよね。うん。で、その後、その設定を、スーパーロボット対戦が拾いまして、スーパーロボット対戦でその合体した姿のユニットを出しちゃったんですよね。で、そのユニットを出した際に名前がファイナルダンクーガっていう名前になったんですよ。で、その後に、人気が爆発したというかね。で、商品開発が恵まれまして、はい。ね、最初は、えっと、まあ、こうやってちゃんと変形とか、ファイナルダンクーガまで合体するやつ、最初出たのはセンチネルだっけ？センチネルで出たんですよね。センチネルダンクーガで。で、センチネルでファイナルダンクーガまでのちゃんと変形合体するやつが出たんですよね。で、それを追いかけるようにして、超合金魂ダンクーガはもう数年前に発売されてたんですけど、センチネルでファイナルダンクーガが出たってことで、ダンクーガをですね、もう一回リファインして、あの、超合金ダンクーガのね、リファイン版を作って、で、そこに、合わせて、超合金版ブラックウィングも開発されて発売されまして、で、超合金魂でもファイナルダンクーが合体できるよっていうね、はい、そういう状態になったんですよね。で、その後 SMP でも発売されたりして、なんかね、スーパーロボット対戦でファイナルダンクーガの設定拾った後にですね、今まで不遇だった、放映当時デラックス超合金も発売されなかったブラックウィングちゃんなんですけど、ね、後年、ファイナルダンクーガのおかげでですね、非常に立体化に恵まれたというね、すごく稀有な、はい、出自を持っている、はい、ロボットでございます。まあ、実際ね、この、ブラックウィングは、黒騎士のね、アライン・ゴール君が乗るんですけれども、非常に強いんですよね。うん。で、実際、劇中では、イーグルファイターに若干でかいぐらいの感じで書かれてたんですけど、でも、実際ね、立体物比較したりね、ファイナルダンクーガのこと考えたらわかるんですけど、あの、全然でかいんですよね。ちょっと今、イーグルファイターを用意してしまいます。もうこれ、うわ、嘘だろ。ちょっと今破損をしてしまったので、非常にちょっと、へこんでいます。うそー、マジか。
直そう。やっぱり急いじゃうからな。どうしてもね、仕方がないですね。はい。気を取り直しまして。はい、こちらがイーグルファイターでございます。はい。このようにですね、実際に、はい、比較するとこんなに違うんですよね。ね、作中では、1.3 倍くらいな感じで書かれてたんですけど、実際はね、もうほんととてもじゃないけど、比べ物になるね、4、5倍の形ですね。5倍ぐらいあります。まあでもね、こうやってね、劇中で、ね、空中戦とかをね、行っていたこのね、アラン・イーゴールと藤原忍のね、この戦いがですね、こう、立体物の中でこんなね、かっこいいね、立体物でこうやって再現できるのっていうのはすごいいいですね。これは燃えるな藤原忍がね、ちょっかいかけるんですね、こうやって。てめえとか言ってね、ロックオンかけたりするんですけど、ピャンって言っていなくなって、ここにブーンって突然現れたりしてね。で、その時はね、叶わないんですよね。イーグルファイターやられちゃうんですけれども、いやー、こんなね、すごいかっちょいい精度でね、これ並べられるのめちゃくちゃいいですね。そっか。で、考えると、このダンクーガのこのコックピットの、ここに藤原忍が乗ってるって考えると、どれぐらいなんですかね。確かここら辺からコックピットで乗り込んでたんですよね。だから、すごいでかいですよね。こんなんだから、もうほんとジャンボジェットかっていうぐらいのでかさになるはずですよね、こいつ自体は。すごいでかいマシンになって、実際はね、すごいでかいマシンなのかな、なんていうふうに思います。で、実際はね、これ、本来はこういった形になっておりますね。上にこう武器とかついてないんですけど、今回ね、座合体で立体化する際に、この武器をですね、専用武器を追加いたしました。で、さらにこの武器が、どの形態でも余らないようにですね、ちゃんとここに、はい、この組み込み式のジョイントがあって、そこにね、セットして使わないね、はい、ビークルモードの際でも、このようにね、背中にセットして、あまりパーツにならずに済むというね、こういうおしゃれなギミックがあるんですよね。これ素晴らしいね。いや、だから、前回、あれもやったんですけど、大竜川やったんですけど、その大竜川の際もね、マシンモードでも、アグレッシブビーストモードでも、ライフル銃はね、変形に組み込まれてたので、だからね、ヒューマノイドモードとかで、手で持つ以外の、体に設置し、セットしておくね、何かがあってほしいな、なんていうふうに思ってたんですけど、はい、なんとかね、俺アレンジでなんとかできたので、よかったんですけれどもね、こういった形で、ちゃんとね、組み込んでくれるって、どの形態でもちゃんとね、しっかり組み込んでくれるっていうのは非常にありがたいですね。はい。そしてですね、この形見てみたらわかるんですけど、この状態でもうすでに鳥ちゃんなんですよね。ビーストモードというか。だけど、このブラックウィングには、実はアグレッシブビーストモードっていうのはないんですよ。あの、重戦機体と違ってアライゴールに、野生の適性はないので、だから、このブラックウィング自体にこのアグレッシブビーストモードの、機能はないんですよね。だけど、だから、基本的には、2モードです。このノーマルモードとヒューマノイドモードの2モードなんですけれども、
だけどこのね、マシンモードがそもそも鳥ちゃんなんで、こういう風に鍵爪を前に出してですね、こんな感じでしっかり鳥ちゃんとして飛んでるっていう姿がね、劇中でもありました。っていうか、こっちがほとんどだったんじゃないかな。なので、そのね、劇中のこのね、鳥足モードも再現してくれてるので、非常にいいですね。ザガッタイさすが分かってるって感じがします。ここのね、自由度はすごくいいですね。うん。ただちょっとまあ、よく、このザガッタイの、ブラックウィングは、X とかでもね、話題になって、一番話題になってたのが、股関節のクリックが緩いっていうね、不具合というか、仕様がね、非常にこう、言われておりまして、確かにね、ちょっと緩いですね。ここのね、股関節と膝周りが、すごい複雑なクリックがいっぱいあるんですよ。で、膝だけで1、2、3、4、5軸ぐらいあるんですね。しかも全部クリック入ってる。だけどね、それがね、ちょっと甘いんですよね。だからほら、ここをちゃんとピタッとつらい位置ではまるようになってるんですけど、ちょっとね、遊びがあってピターっとならないですね。うん。で、ファイナルダンクーガになるときもちょっと遊びがあって、カチッとしたところに収まらないなんていうので、非常にこう、言われてましたね。X で結構辛辣なこと言われてたんですけれども。まあまあまあ、でも、うん。まあそんなに、目くじら立てるほどじゃないんじゃないかな、なんていうふうに思いました。いや、それよりもね、めちゃめちゃかっこいいですね。うん。すごくかっこいい。ね、配色も、すごくアニメに近いっつうか、なんて言うんですかね、こう特殊な、くすんだ青緑というか、ぽい感じと、ブルーの、とグレーの配色が非常にね、こう、アニメっぽいっていうか、結構スパロボとかだと、ダークグレーとブラックの配色のパターンが多いんですよ。で、これなんでかっていうと、大張さんがファイナルダンクーガ書いた時の、ファイナルダンクーガで背中に背負ってるブラックウィングがその配色なんですね。ブラックとダークグレーなんですよ。だからそこからの逆算で、ブラックウィング自体が、まあ名前もあって、ダークグレーとブラックで配色されることがあるんですけど、実際テレビ本編はこの色ですね。この色が近い。だから、アニメに結構忠実かもしれないっていう感じの配色になっております。うん。だからまあ、アニメを見ていた人からだと、はい、馴染みのある感じのブラックウィングになってるかな、なんていうふうに思いますね。まあ、とにかくね、非常にかっこいいです。うん。素晴らしいんじゃないかな。はい。といったところが、ノーマルモードのブラックウィングのご紹介でした。さて、それでは、いよいよね、変形させていこうかな、なんていうふうに思います。あ、コメントいただいてますね。チアさん、こんばんは。ブラックウィング、やっぱりでかいな。デラックス超合金版、ブラックウィング見たかったですな。あ、どうも、チアさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。いやーね、そうそうそう、デラックス超合金版ね、ブラックウィングはね、なんかね、話にだけは訴状に上ってたらしいですよね。だから、まあ、一応なんですけど、実は、まあ、これは、なんか、後々、語られてたことだったんですけど、あの、お話を作る際のプロットというか、計画の段階では実は、ブラックウィングと強化合体をするっていう、計画自体はあったらしいんですよね。まあ一応没案になっちゃったんですけど、まあ確かにね、あの当時で、超合っ
デラックス超合金的な感じでですね、3パターンチェンジャーの4体合体って結構破格のギミックなんですよ。うん。こいつですね。ドドドド。ちょっとごめんね。ドドーン。こいつ。だこのダンクーガの段階で、かなりね、ギミックとしては、当時のね、この技術力で考えたら、ちょっとかなり破格のギミックなので、まあ、要はこのメインのダンクーガを再現するので精一杯というか、これができるだけですごいでしょって感じなんですよね。うん、だからさらにここからさらに強化合体っていう風になると、まあ、やっぱりちょっと当時の技術力というかノウハウでは、まあ、限界だったんじゃないかなという感じがしますね。うん。だけど、あのーこれ、これが、ダンクーガがやってたのって1990年ぐらいでしたっけ？ダンクーガが、はい、ダンクーガがやったのが、放映されましたのが、1900、じゃあ80年代か。1985年、1985年ですね。なんで、この、なんだろう、1980年代の玩具なんですよ。考えてみたらすげえな。なんで、もしここでデラックス超合金ブラックウィングで、さらに、満額でね、当初の計画通りの、なんだろう、案で、ファイナルダンクが劇中に登場みたいなのまで含まれてのデラックス超合金ブラックウィングとの合体なんていうのが、もしあったら、日本のロボット市場、追加ロボットの強化合体っていうのは初になってた可能性ありますよね。うん。まあだから明確にその追加変形ロボ同士の強化合体っていうのは一番初はまあ知られてるところで言うと、ゴッド陣雷になるかと思うんですけど、そのゴッド陣雷よりもはるか前にそれがなされていたっていうことになりますよね。だから、そうなったらちょっとこのダンクーがさらに伝説的なロボ玩具になっていたかなと思うと非常にもったいないですね。まあ、実際こちらのデラックス超合金版ダンクーが生配信でレビューさせていただいた際に、当チャンネルでレビューさせていただいた際にね、なんちゃってファイナルダデラックス超合金版ファイナルダンクがやってみましたけど、あれがね、本家でやられてたら、まあ、さらにね、伝説のロボになってたなと思います。そういう意味でね、非常にあったらよかったなっていうのは本当に思いますね。はい、山中幸雄さん、かっこいいですね。なるほど。ありがとうございます。サンナさん、うわーの声から伝わる悲壮感、こんばんは。どうも、サンナさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。もうね、あの、生配信なんで、あれなんですけど、激へこみ一旦しました。激へこみを。いやーもうね、でもまあ言ってらんないんでね、もうちょっと気を取り直すしかないということでですね。いやー、よくないね。うん、こういう繊細なやつなんですけど、こう、やっぱ生配信なんで、
ね、あんまり間開けてはならぬっていうのがあるんで、こう、っていう風に、こう、ちょっと急いじゃうんですよね。急いぐ、でもそれでも気をつけてやってるつもりなんですけど、このね、指先の力のコントロールのね、こう1ミリ、2ミリの、それがね、ズレがグリってなっちゃうんですよ。いやー、辛いね。激烈光学玩具なんでね、もう、たまらん。まあ、やっぱりね、生配信でこういう光学の玩具をやるっていうのはね、まあ、本当によくよく気をつけないとダメですね。改めて反省いたしました。チアさん、おお、痛ましい破損箇所大丈夫ですか？ありがとうございます。大丈夫じゃないです。大丈夫ではないです。チェアさん、確かに座合体の足回りのクリック設計はもう一声欲しいところありますね。これね、そう、ちょっとね、ちょっとぷにょしてる感じがありますね。あのー、ほん、ダンクーガ本体の方のランドクーガー、ランドライガーの股関節のね、ボールジョイントもね、経年とか、遊んじゃったからっていうのもあると思うんですけど、すごいね、ゆるゆるプラプラになっちゃったりするんですよね。あれ、太らせないとダメだな、なんていうふうに思ってるんですけど、やっぱちょっとそこら辺はちょっとあるみたいですね。でも、ブラックウィングに関しては、そこまで、なんか特筆するほどでもないかな、なんて、結構 X ですごい散々言われちゃってたんで、どんなもんなんだろうと思ってたんですけど、いや、いいじゃないっていう感じのレベルかなっていうふうに僕にはちょっと感じられましたね。でもね、完璧を求めるんだったらもう一声っていう感じは、確かにありますね。カチッとなって気持ちよさっていうのが欲しいですからね、やっぱり。機能美としてはね、機能美、ロボの気分、機能美としてはね。おとかめライダーセイバーさん、こんばんは、俺方研究所さん、参加しようと、眠くなった。ありがとうございます。ブラックウィング、超素晴らしいです。男画面ライダーセイバーさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。いや、もうぜひぜひ無理をなさらずに、ありがとうございます。顔を出していただきまして。チェアさん、自分も開封生配信でロボベ破損させたんで、気持ちは痛いほどわかります。マジっすか。いやね、ほんと辛いですね。もう本当に。ただね、へこんでいられませんのでね、へこんでる場合ではないんで、はい、頑張ります。さあ、ということでですね、ヒューマノイドモードに変形させていきたいと思います。さあ、ではこちらの方、まずは変形させていきたいなと思います。まずはこちらのスペアですね。こちらの方を取り外しまして、で、スペアの、接続していたジョイントを畳みます。で、そうしましたら、こちらの後ろの尾翼の部分ですね。こちら二重クランクになっておりますので、折りたたんでおきます。で、こちらの方はね、角度を調節できるんですけど、一応、水平に、クリックで、元に、にしておきます。はい、そうしましたらですね、後ろに小さいウィングがあるんですけど、こちらを上側に倒しまして、はい、そうしましたらですね、足を伸ばしていきます。ここがね、えれ複雑なんですよね。ここで1回、ここで1回伸ばしの、こう伸ばして、で、ここでこう畳むっていうね、すごいむずい関節構造になってるんですけど、膝がね。で、ここで足を伸ばして、はい、これで足になります。ね、だからね、クランクの構造がすごい複雑ですね。ここでこうして、ここでもこういうクリックが入るんですね。で、1
回こっちでこう畳んでおいてから、ここでこうクリックで前に出すと。はい。こんな感じですね。これで足になりました。で、さらにですね、こちら。はい。ふくらはぎのね、下の方の部分のカバーを開きますと、ここにですね、はい。スラスターが、はい。造形されておりますので、ここ開いておきます。はい。そうしましたら、ウイングを畳みまして、よっ。はい。そうしましたらですね、ここ、先端を割ります。はい。そうしましたら、ちゃんとここでね、はい。接続ジョイントあるので、ここ、しまっておきます。はい。そうしましたら、ここですね、腕。ここカバーがしてあるんですけど、ここを外してですね、こんな感じで腕を軽く横に展開したらこう回転します。はい、こんな感じですね。で、そうしましたら、はい、二の腕ですね。こちらカバー逃がしといて、二の腕を前に出しつつ、ここで前腕の方にもロールがあるので、こう回転させて、こんな感じにします。そうしましたら、このカバーを内に畳んで、畳みつつ、ここでこうクランクで上に上げつつ、こんな感じにします。で、そうしましたら、ここにね、はい、ロックがあるので、このロック軸を起こしておきます。で、そうすると、この腕のこの決まった定位置のところで、一応固定されてくれるっていうことですね。で、そうしましたら、拳を回転して、親指を出しておきます。これで腕が完成です。はい。そうしましたら、反対側も同様ですね。ここでこうして、こちらでこうして、畳みつつ、はい、起こしつつ、よいしょ。ここでロックをかけると。で、そうしましたら、拳を回転。で、親指を起こすと。はい。こんな感じで、腕ができました。はい、そうしましたら、こちらの胸のパーツをですね、左右に開きまして、はい、そうしましたら中に頭部が入っておりますので、こちらを展開。もう一回胸の方を閉じて、よ置けば、さあ、これで完成。ブラックウィングヒューマノイドモノだ、イエイ。おー、完成いたしました。そして、また、このスピアですね。このスピアもちょっともうすでに持たせてしまいましょう。このスピアをきちんと持っておけば、
こんな感じですね。おー、完成いたしました。めちゃめちゃかっちょいいね。おー、すごい。これはもう孫うことなきブラックウィングですね。うん。すごいでかいウィングをね、後ろにマントのように背負ってですね。またね、ブラック、黒騎士隊というね、名にふさわしいこのスピア。これをね、装備するっていうのもなかなかいいですね。で、またね、こちら本来ここね、2種類バージョンがあって、ここはね、黒の普通の通常のプレートのバージョンと、このね、黒騎士隊のレリーフが、彫り込まれているパーツとのね、差し替えになってるんですよ。だけど、このね、黒騎士隊のこのエンブレムがね、刻印されてるパーツがすごいかっこいいんですよね。僕はこっちをデフォでいいんじゃないかなと思ってつけております。またね、こちらの頭部も2パターンあって、口が、人間のね、人型の口が造形されてるものと、このマスクタイプのものがあるんですけど、うん。僕はこのマスクタイプの方が全然かっこいいので、もうこっちをデフォでやっていきます。まあ、デフォっていうか、これが、本来の、デザインですよね。いや、でも、めちゃくちゃかっこいいですね。うん。とんでもなくかっこいい。顔もすごくシャープですよね。うん。めちゃくちゃシャープ。塗装もすごい綺麗ですしね。うん。これはめちゃくちゃ素晴らしい。これ、できた。素晴らしいブラックウィングだと思います。めちゃくちゃかっこいい。で、通常ね、うん、ブラックウィングは、アグレッシブビーストモードがないので、基本的には、このヒューマノイドモードへの変形機構っていうのだけがギミックになっております。なので、まあ割と変形もそこまで複雑ではないので、うん。可動性もね、を盛り込むのは十分できる余地があるものになっているので、可動性はすごくあります。すごくあるんですが、非常に癖がありますね。癖がある。ただ、可動性はすごい優秀です。うん、こんな感じでね、非常に優秀な可動域を誇ってるんですが、何分、先ほどもね、言ったように、足回りですね。足回りがね、異常に複雑なクリックを山ほど積んでいる上に、各所がね、ちょっと、弱いですね、クリック自体が。なんで、結構、大胆なポージングをして、飾ろうと思ってね、こう置くと、ブニャンってなったりします。なので、あんまりこう、奇抜な、ポーズは、取らせられないかなと。で、取っても、
スタンドで飾るとか、そんな感じがメインになるかななんていうふうに思います。だからこう、分度として、トイって言って置いたりして、なんかね、ポーズしている格好でこう、トンっていうふうに置いたりは、あんまりやめた方がいいかなっていう感じの、感じかななんていうふうに思います。まあ、ただ、以前ね、発売された超合金魂のブラックウィングとか、あとはね、センチネルのブラックウィングとかに比べると、あのーおもちゃとして遊べるなっていう感じはします。だから、おもちゃ的に、遊ぶブラックウィングっていう意味で言うと、この座合体は非常に、素晴らしいなっていうふうに思いました。他はね、もう本当にハイエイジといって感じで、遊ぶっていうものではないんで。なんで、玩具で、ロボ玩具っていうカテゴリーの中に、ギリギリ収まってくれてる感はあるかなと思います。超合金魂とかセンチネルの方は、合金とかも入っちゃってるんで、いや、結構ね、神経使うんですよね。だから、それに関しては、めちゃめちゃ、気軽に遊べるのかな、なんていうふうに思いました。いや、でも、各所ね、ちゃんと塗装も非常に精度高いですし、かっこいいしね、造形もすごく素晴らしいし、尖るとこ尖ってるし、十分かっこいいと思います。非常に素晴らしい玩具だなと思いました。ね。さらに、ここにね、先ほどの、ちょっとね、僕が、泣きそうになってしまったですね、ダンクガンの頭部、こちらをですね、再度、ダンクガンに戻したいと思いますが、はい、こちらを戻したいと思います。ここですね。ここの軸が1個折れちゃったんですよ、ここが。辛い。一応、なんとか頑張って直します。これがね、1万円前後とかだったらまだね、なんとか泣いて済むでいいんですけど、そんなレベルじゃないんでね。もう、このほんのちょびっとのここだけなんですけど、非常に辛い。焦っちゃダメですね。何事も。はい、ということで、ドドドドドドド、ダダン。はい、先週ご紹介いたしました。はい、アルティメットダンクーガと並べるとこんな感じになります。おお、全然違う。サイズ的には、前回の大竜河よりもちょっと一回り小さいぐらいのサイズですね。だから、重戦機体で言うと、大竜河とビッグモスが大体上背同じぐらいなんですよ。ちょっと大竜河がでかいぐらいで、大体同じぐらいなんですね。ビッグモスと大竜河が。で、このブラックウィングは、ランドクーガー、ランドライガーとビッグモスの間ぐらいですね。ちょうど中間くらいのサイズ差になるかな、なんていうふうに思います。だね、そう考えると、なんかこうね、でっかいの2つ、中くらいなのが3つで、ちっちゃいの1個っていう感じで、なかなかこう、デコボココンビ感があってね、しかも、これで言うと、1、2の6体になるんで、これでね、重戦機体自体は。
いや、すごく充実してますよね、そう考えると。めちゃめちゃ素晴らしい。いやー、このセットで、ね、変形合体できるやつが揃ってるのは座合体だけですからね。しかもめちゃめちゃ完成度高いしね。超かっこいい。いやー、ダンクが好きの僕からすると、いやー、これは夢の光景ですね。いやー、座合体素晴らしい。あ、チアさん、何それ、知らな、オリジナル武器をつけちゃう自由なところがいい。もうね、なんかこう、ダンクーが何してもいいみたいな感じにはなってますよね。そもそも、ファイナルダンクーがもう本当ありえないんですよね。あのテレビ本編で、ブラックウィングは、月基地のね、決戦の時に、特攻して、ブラックウィングごとアライン・ゴールさん死んじゃってるんですよね。なんで、ブラックウィング自体はもう存在しないんですよ。だから、ファイナルダンクーガとかっていうのもね、本来存在できないんですよね。なんたって、特攻しちゃってるんで、ブラックウィング自体が。そういうのも全く設定関係なしに、とね、パッケージイラストにしちゃおうっつって書いちゃうところが、もうなんともダンクーガって感じですよね。設定何それって感じですよね。美味しいのって感じですよね。まあそう考えるとね、この前回ね、考えてた大竜河ってひょっとしてシャピロキーツ専用機なんじゃねっていうなんかね、こう、設定なんじゃないのみたいなのも、うん。なんかね、この別世界線軸で、シャピロがさらに殺されなかったらって、もしもシャピロがさらに殺されなかったらっていう、もしもシリーズだったりするのかななんていうふうに思って。実際、このブラックウィングが、ファイナルダンクーガに合体できたのって、スパロボ GC が初出でしたっけなんですよね、確か。なんで、まあ、そこら辺からなんですよね。で、その後、第二次 Z とかで、ファイナルダンクーガ自体のユニットは出たんですけど、これはね、合体ユニットじゃないんですよね。だから、合体ユニットとして、ファイナルダンクーガを遊べるのは GC だけだったりするんですよね。ただ、ファイナルダンクーガ自体が後付けの合体なんで、ブラックウィング自体はね、もうすでに、F 完結編とか、アルファとか、にはもう登場してるんですよね。ただそれはあくまでもブラックウィングっていう変形ロボ単体としての参戦だけなんですよね。しかもスポット参戦みたいな感じでの参戦だったりしてたんですよね。そうそう。だから、ちゃんとファイナルダンクーガとして合体し始めたのは GC からなんですよね。うん。だからそんな感じのね、かなりでっち上げ合体というかなんですけど、やっぱりね、もうダンクーが大好きっ子の僕からしたらね、強化合体するダンクーガなんていうのが出てきたなんつったらね、もうほんとね、飛び上がるぐらい嬉しかったですね。そんぐらいもうね、僕の中で夢のロボットでした。なので、もうこれからね、ちょっとファイナルダンクーがやりたいななんていうふうに思うんですが、その前に、冒頭で申し上げました、俺が合体。俺があったよね、ちょっと1個挟んでからファイナルダンクがやっていきたいななんていうふうに思います。なのでちょっとブラックウィンが一旦はけまして、よいしょ。
こうか。ですね。よいしょ。はい。こちらのアルティメットダンクーガをちょっと俺合体をやりたいなと思います。何をやるかと言いますと、前回、アルティメットダンクーガをね、ちょっとやらせていただいた際に、はい。まあ、これはこれでもうほんと超完璧な、超かっこいいダンクーガなんですが、先ほどのね、ブラックウィングでの、スピアの取り扱いと同様にですね、こいつ余っちゃうじゃん問題。で、生配信ではちょっと引っ掛けるだけですけど、まあ、ここに引っ掛けておきましたよみたいな、喧嘩モードみたいなのはやらせていただきました。ただ、もう一個余りパーツあるんですよ。でっかい余りパーツ。これ何かと言いますと、じゃ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 ん。そう、ガルーダ。ね、支援機ガルーダ。こいつ丸々余剰パーツだったんですよね。いや、まあ、ウィングを搭載していないノーマルのダンクーガとして考えれば余剰パーツではないんですけど、でもダンクーガといえばガルーダをもう合体してね、飛行ブースター合体してのダンクーガじゃないですか。だから、そう考えると、これは余りパーツだよねと。これも余りパーツになってますよねと。なっちゃってたのが、ちょっとたまに傷だったというかね。なので、はい、これ、今からですね、こちらも含めた全合体をやっていきたいと思います。イェイ！ちょっとね、いじってたらできたんでやりたいと思います。ね、実はね、ショートで撮ったんですよ。で、ショート撮って、今回の生配信の前にね、ショートで出そうなんて思ってたんですけど、ちょっとね、編集間に合わなかったんで、ちょっと今ここでやっちゃいたいと思います。後ほどね、ショートでも出します。はい。で、何をするかと言いますとですね、まず、これ、アルティメットのバックパックってめちゃんこ重たいんですよ、これ。だから、さらにここにさらにガルーダのウィングユニットも加算されますので、ここのダンクガン股関節が耐えられません。なので、ちょっと後ろに転倒するモーメントをですね、なんとか支えるための構造を考えなきゃいけないということでですね、まずはこちらのかかとのね、後ろの爪の部分、これを展開しちゃいます。展開して、こんな感じにして、かかとの面積をですね、後ろ側に広げて、より後ろの荷重に耐えられるような形にしておきます。それとこちら、ね、一つ目の余剰パーツ。でこいつを、ここにセットいたしまして、はい。単純にここでつっかい棒にしようと。またこれアルティメットでドラゴンと合体させてるので、まあ尻尾があってもいいじゃないかということでですね。はい。アルティメットになって尻尾もついたプラス、こいつは後ろ支えのためのつっかい棒として使おうという感じで、考えております。これによって後ろに転倒するリスクというのをですね、最大限考慮いたしまして、よいしょ。
そうしましたら、こちらですね、ガルーダ。このガルーダなんですけれども、まずですね、ウィングを回転させまして、機首を畳みます。はい、そうしましたら、まあ、接続はできないんですけど、ちょうどここの間にね、こうやって滑り込ますことができるんですね。なので、ちょっと、ここのキャノン砲の角度を入れまして、よっ、こんな感じで、はい。ここのですね、ここのアームの部分がちょっと若干開かなきゃいけないんですけど、ここの、アルティメットのこの、フロントパーツの、アームの横にですね、挟み込むような感じで、ここにこういう風に、差し込むとですね、こうグリップが効いて少し保持力持ってくれるんですね。はい。で、この保持力を持って、はい。この保持力を持って、さあ、これで完成。アルティメットダンクがフルアーマーモードだイェイおー完璧完璧じゃないめちゃくちゃかっちょよくないこれです。いやね、前回やりたかったんですけど、できたって思ったのがね、生配信の後だったんで、なかなかご紹介できなかったんですが、いやー、これめちゃくちゃかっこよくないおっと。こんな感じの背面になっておりますね。背面も非常にまとまってますよね。ちょっとね、これ、尻尾がね、回転台の外側になっちゃってるんで、回転しにくいんですけれども、いや、めちゃくちゃかっちょいいよね。この6枚バネ。この6枚バネと、この2門のこのね、キャノン砲。いやー、めちゃくちゃかっちょいい。めちゃくちゃかっちょいいね。で、これに、ダブルダンク弦持たせたらもう本当に完璧。ちょっと持たせましょう。ダブルダンク弦。はい、ダンク神剣と、ダンク剣ですね。だこれ持たすのも大変なんですよね、確か。そうそう、これね、持たすのも大変なんですよ。よっ。これね、アーマーの部分に結構干渉するんで、うん。ダンク神剣の方は、ここのね、グリップの部分が長いんでいいんですけど、ダンク剣の方は、アーマーの方、考慮されてないんで、もちろんね。だからね、なかなか大変なんですが。おおおできたできました
うわー、すごっ。あらー、すごい。完璧。かっちょよ。めちゃくちゃかっちょよくない？いや、これ完璧でしょう。いや、ダンクーガのね、最強の姿みたいな感じになってますけれども。いや、いいね。素晴らしい。究極の姿。いや、ちょっとこれはね、たまらんもんがあります。すごいね。なんかこう、いろんなのがここに飛び出てますけれども。いや、これダンクーガ好きの僕としてはちょっとね、たまらんもんがあります。あらららら、かっこいいですね。はい、チアンさん。スパルボがなかったらダンクーガの未来は全く違うものになってたかもしれないですね。いや、もうほんとその通りですね。いや、もうほんとね、スパロボ様々ですよ、本当に。うん。僕もね、やっぱこう、ダンクーがずっと好きだったし、もうずっと記憶の中にあり続けてましたけど、やっぱり第4次スーパーロボ対戦出てから、爆発的に再燃しましたもん。ダンクーガ愛。やっぱね、スパロボは偉大ですよね。うん。それとね、またウィンキーの時のね、ダンクーガが異常にかっこよかったっすね。何なんですかね、ウィンキーの時のダンクーガのグラが異常にかっこいいんだよな。うん。だから、アルファの時もすごく良かったですよ。全部ね、変形合体とか全部アルファは、あの、再現してくれたから、もう僕はスパロボの中では最高到達点はアルファとアルファ外伝だったりするんですけど、と思ってるんですけど、でもやっぱね、ダンクーガのグラっていう意味で言ったら、やっぱ第4次とか、F とかが一番僕は好きなんですよね。うん。あのグラがあって、しかも第4次のドットの世界で、ちゃんと変形合体してくれて、いつでもどこでも見れる、変形合体シーンがあり、そういう機能があり、いつでも変形合体を楽しめる。この機能をダンクーガだけ特別に用意してくれましたから、明らかに特別待遇でしたもんね。うん。他はスーパーロ、あの、スパ、スーパーファミコン時代なんで、もうほんと容量の限界を超えているようなゲームになってたから、まあ、どこを削るかみたいな、感じの引き算合戦みたいな感じだったのに、その世界の中で、あんなにダンクーガはね、もう変形合体フルで乗せてくれてたんで、いや、優遇っぷりが半端じゃなかったですね。だからもうダンクーガ好きとしては、本当に、本当に素晴らしい、本当に素晴らしい、仕様だったんですけれども、ね、だけど、普通にゲームとして遊んでいた人からすると、ふざけんなっていう風になってたらしいですよね。まあ確かにね、普通にゲームだけでやろうと思ったら分離させる必要性は一切ないですからね。もうほんとロマンです、ただの。いやでも僕はね、意地でも変形分離合体機能使ってましたね。意地でも使ってたし、そうそうそう。ゲッターも意地でも変形させましたね。無駄に。無駄に移動するときゲッター2とかゲッターライガーに変形して地中に潜って移動したり、無駄にやってました。
いや、それぐらいね、もうほんとスパロボ様々だなって思いますね。チャンさん、フルアーマーアルティメットダンクがかっこいいな。バランスが怖いけど。確かに。あのね、超重いっす。超重いけど、このかかとの使用、かかと延長と、このね、お尻の尻尾の支えによって、あのガンとはならないですね。うん。なので、そこは安定して立ててるので、非常にいいかなと思います。まあ、背中の接続自体は単純にこのね、やばい、このジョイントのね、プラのこの挟み込みの、テンションだけでくっついてるので、そんなに強固な合体とは言えないんですけど、乗せただけではないんで、うわ一応こういう風に、うん、持ってなんぼは可能です。うわ持ってなんぼは可能なんですけれども、重い。重すぎるので、むしろ自分の腕の方が持ってなんぼ可能じゃないというね。あとこの弾空神剣重すぎる問題ね。やっぱりこの弾空神剣はね、重すぎます。外しましょう。怖い。ということでですね、うん。弾空ガに、こう、新たな可能性の、新たなこのね、可能性の合体をちょっと追加させていただきました。イェイということでですね、これで次に進みたいと思います。あ、チアさん、モデロイドでもやりたくなります。いやー、ほんとそうですね。モデロイド出たら、またこれでね、遊べますからね、非常に待ち遠しい。ぜひ、モデロイドでね、素晴らしい形でキット化していただきたいな、なんていうふうに思います。さあ、ということで、本編に戻りたいと思います。その前に、まずはですね、次は強化合体をしますので、はい。ガルーダを取り外すことはさることながら、まずはノーマルのダンクーガに戻さねばならぬということでですね、このアルティメットアーマーの方を外していきたいと思います。いや、このね、アルティメットアーマーを外すのも一大事業なんですよね。なので、ちょっと外していきます。まずはイーグルファイターの頭部を外します。はい、そうしましたら、はい、フロントパーツの方を取り外します。はい。そうしましたら、はい。よ背面のパーツ、バックパックパーツも取り外します。よよいしょ。よいしょっと。あれ何が引っかかってる？あ、外れました。こちらも外します。はい。そうしましたら、はい。腕のパーツも取り外します。腕のアーマーも取り外しです。そうしましたら、胸のパルスレーザーを前に展開して、
はい、ブレストアーマーも展開。はい、そうしましたら、足のサイドのパーツも取り外しまして、なら下駄ですね。下駄パーツ。よっ。はい。ロック外しまして、外しておきます。はい。反対側も同様ですね。ロックを外して、はい。下駄を外しておきます。いや、スペースがね、限られてるもので、これだけ大きなね、パーツがいっぱいあると、ちょっとね、どこかに履けなければ。よっ。はい、そうしましたら、はい、先ほどの、はい、悪夢の飛ぶアーマー外し。ここですね、慎重にやらねばならないですね。はい、ここです。はい、そうしましたら、タンクーガンの頭部を戻しておきます。はい。おー。シンプルなダンクーガンに戻りました。うんうん。そういえば、やってなかったなっていうの1個ありました。ダンクーガンの時に、レビューの時に、本当にね、そうそうそう、これをね、やり忘れてたっていうのがあったんで、今ちょっとやってもいいですか？何かっつうと、はい、後ろのですね、ミサイルコンテナ、こちらを横から前にこうやってスライドさせて、後ろのですね、榴弾砲を前に向けてやることによって、なんと、差し替えを一切なしで、ダンクフォーメーションだができます。これやるの忘れてたのは致命的なミスでした。ダンクフォーメーションだです。これでもさ、普通にできんのすごいよね。いや、これなんも、あれですよね。難しいことをせずに、ちゃんとこう、全部の訪問が前に向いてくれるんですよ。これめちゃくちゃすごい。ね、ダンクフォーメーションなんで、ちょっと踏ん張ったポーズで。お、いいね。ダンクフォーメーションだ。おー、かっこいい。
おー、いいですね。ということで、はい。この後に及んでですね、やり忘れた機能を一生懸命説明しております。いや、これいいなぁ。はい。ということで、ダンクフォーメーションをやったところでですね、本題に戻りたいと思います。もう一回ダンクフォーメーションを元に戻しまして、でもこれいいですね。このミサイルコンテナすごくいいなぁ。いや、すごいね、安心感のある構造をしてます。ね、このアームも非常にこう長くてね、うん。上にこうグイッと回しても、全然、余裕に頭を越えてくれるので、非常にいいですね。はい。ということで、ダンクーガができましたので、先ほどの、ダダン、ブラックウィング、こちらと、強化合体をしていきたいと思います。ちなみにですね、そうだ、もう一個やり忘れてたんですけど、そう、ヒューマノイドモードの時にも、こちらですね、ジョイントを展開して、背中にスピアの方セットしておくことが可能なので、はい、こんな感じで、腕にね、持たせなくとも、余剰なしで持っておくことが可能です。はい。これ非常にいいですね。うん、非常に素晴らしいと思います。まあね、残念ながらダンクーガは、ダンクー圏はしょうがないとしてですね、ビームサーベルみたいなもんなんで、ダンクー圏はしょうがないとして、ダイガンがですね、完全な、なんだろう、オプション並走というか、アニメでもですね、ダイガンとか、各機の、各機が持つですね、レーザー銃とかですね、に関しては、重火器に関しては、輸送機からこうね、落とされて、それで、戦ってたみたいな感じだったんで、ヒューマノイドモードの時しか使えないんですよね。だから、アグレッシブビーストモードとかノーマルモードの時に、ダイガンを、あの、接続しておくことができないですし、またヒューマノイドモードの時もどこかにこうやってセットしておくこともできないんですよね。だからね、そこがちょっと、残念だなという部分があって。ね、これがね、ここにダイガンが設置できれば、で、大龍河もね、なんちゃってで、ライフル背中にね、刺してセットしておけたので、でね、ブラックウィングもスピアを背中にセットできるから、こいつもね、ダイガンとかね、をセットできてたらよかったのにな、なんていうふうに今更ながらちょっと思っております。さあ、ということで、はい。これから、ファイナルダンクーガの方にいよいよ合体させていきたいと思います。イェイ。さあ、ということでですね、ちょっとファイナルダンクーガやっていきたいと思います。まずは、こちら、ブラックウィングですね。スピアを取り外しまして、元に戻します。元のブラックウィングのノーマルモードの方に戻していきます。戻し変形ですね。はい、まずは胸を開きます。はい、そうしましたら頭部を胸の中に、しまいます。はい。
そうしましたら腕を、親指を内に畳んで回転。はい。ロック軸を中に畳みまして、パネルを起こすと。はい、そうしましたら、こちらがですね、中で二重クランクになってるんですね。なので、こちらを内に入れると、このような感じでつらい位置にすることができます。ちょっとね、結構ね、腕もね、変形複雑なんですよね。意外と。ここのロックを外して、二の腕を内に入れて前腕で回転させる。そんで、パネルを起こして、で、この中にですね、こういう、はい、アームがあるんですけど、ここにね、くの字に折れる機構があるんですよ。クランクになってて。だからこれ中でクランクをやるのに、一旦ここに折り癖をつけてから、指突っ込んで折り癖をつけてから、えいってやると、きちんとこうやって畳まれるんですね。で、ここまでやってから腕回転させての、はい、ペトッとくっつけることによって、ここもね、つらい位置でカバーリングされて、肩のパーツと一体化するんですね。これ非常にいいですね。で、この、軸を起こして、真ん中でロック。はい。これで上半身までできました。はい。そうしましたら下半身ですね。下半身は、はい。つま先を伸ばして、はい。関節を前にすべて持っていきます。こちらも同様ですね。関節を伸ばしつつ、前に持ってくると。そうすると、ここのラインが合います。でそうしましたら、ウイングを起こして、一応これで、一旦、ノーマルモードの方への変形が完了いたしました。ね、ウイングは開いてないんですけども、このままで、いいのか。で、ここからですね、さらに合体モードにする際に、この足ですね。この足を横に開きます。はい。横に開きまして、で、ウイングは横に畳んでおきまして、で、この股間パーツですね。この腰のアーマーを、はい。下側に持っていきます。はい。そうしましたら、ここがね、すごく面白いんですけど、はい。まずですね、ここの胸のアーマーを開きます。そうしましたら、横に、はい、回転させましたら、ここですね。ここになんと、ここにですね、ぐわーっとあると、内蔵された合体軸がここに収まってるんですね。これ素晴らしい。これなんでかっていうと、センチネルも超合金魂もファイナルダンクが合体するんですけど、どちらもですね、ここのダンクーガとの接続合体には別パーツの合体ジョイントが必要だったんですよ。
だそのジョイントがちゃんと本体の中に内蔵されて、合体ジョイントとかを特別に付属させる必要がないっていうのは、いや、これは素晴らしいです。もうこれだけでもう本当にナンバーワンです。と言えると思います。はい。そうしましたら、フロントパーツを横に倒しまして、これで合体準備完成です。そうしましたら、ウィングを、はい、広げておきます。はい、そうしましたら、こちらのウィングを、いよいよダンクーガに合体させていきたいと思います。はい。ダンクーガへの合体は、ガルーダとか、アルティメットダンクーガのバックパックと全く同じジョイントになっておりますので、はい。いつものですね、この背面のスライドジョイントの方に接続いたします。いくぞ！合体だ！合体！おお合体したけど、重たい。重たいので、ちょっと足首をワンクリック起こして。まだダメか。2クリック。おお合体できました。さあ、これで完成。ダダン。ファイナルダンクガラーイェーイ。おー来たー。おーこれだめちゃくちゃかっちょいい。おー素晴らしい。これです。いや、完璧だなー。完璧なフォルム。いや、なんてかっこいいファイナルダンクが。いや、めちゃくちゃかっちょいいですね。最高。いや、他のセンチネルとか、超合金魂の方でのファイナルダンクがありました。もちろん僕もすごい好きです。めちゃくちゃ大好き。めちゃくちゃ大好きなんですけど、やっぱりですね、結構これ簡単なね、ウィング合体っていう感じの合体なんですが、やっぱりね、背中にね、弾空砲背負ってたり、ミサイルコンテナとかあったりするところに、さらにね、ウィングを背負うって形なので、うん、特殊なね、ジョイントとかを必要としてたんですよ。だからそういう意味で言うと、うん、決してですね、センチネルも、うん、超合金魂もね、ロボット玩具として遊びやすいかっていうと、まあ、そうでもなかったんですよね。うん。非常にこう、デリケートだったし、別パーがないと合体できないっていうね、そういう脆さがあったんで、うん、どうかななんていうふうに思ってたんですけど、この座合体はさすが決定版。まず合体ジョイントがいらないっていう部分で、もう他と抜きん出てますね、これに関しては。もう間違いなく。
それと、やっぱりね、このブラックウィングの変形がね、すごく秀逸です。全然苦なところがないですね。センチネル版のブラックウィングとかも結構すごくね、完成度高いし、かっこいいんですけど、いやー、何せ気使いますし、変形合体に。あの、ブラックウィングのノーマルモードから、この背負い物モードにするだけでも結構工程あったりして、いろいろちょこ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 変えなきゃいけないところで、割とストレスがあるんですよね。で、そう考えると、このザ合体のブラックウィングはめちゃくちゃちゃんとしたね、かっこいいプロポーションしてる上に、さらにね、変形がシンプルです。で、しかも、全然、余剰パーツも出さないで済みますし、しかもそれでいて、このかっこよさ、このプロポーションです。いや、これは素晴らしいですね。めちゃんこ素晴らしい。あと、そうそうそう、僕これね、いじってて気がついたんですけど、ここですね、ここ。よく言われていた、その懸案事項というかね、懸念だった部分がここなんですよね。ここがプラプラするってやつです。なんですが、こうしたらどうかなと思って、ここ、アーマーあるじゃないですか。で、こう挟み込むんですよ。ここに。で、挟んで、ウィングをこう下に起こします。はい。こんな感じでやると、ほら、カチッとする。ほら。まあ、この膝のプラプラはしょうがないんですけど、ここの股関節のプラプラはなくなりますよ、これで。はい。これで、全然問題はなくなりました。ただ、背負い物が重たい。ワンクリックだ。いった。これね、足首のクリックで、このね、足首のクリックで、調節します。じゃないとね、すぐこけますね。一応、ブラックウィングは、ランクーガと違ってですね、合金パーツは使用しておりません。なので、まあね、まるっと全部背面に背負うので、なるべく軽量にしなきゃいけない都合上、やっぱこうなったんだと思うんですけど、でも、それでも重たいっす。めちゃくちゃ。サイズ的にもでかいんでね。いやー、でもかっこいいね。ダンクーガのデザインってすごいいいですね、これ。めちゃくちゃかっちょいい。さあ、そしてですね、さらに、このブラックウィングには付属物がありまして、それがなんと、ドダン。ダンク光画剣が付属しております。このダンク光画剣はね、普通のダンクが、ノーマルのダンク剣は、頭身がね、シルバーだったんですけど、これはクリアレッドです。ね。綺麗ですね。素晴らしい。ね。ダンク剣自体は、そのね、設定上あれは、実体剣のように見えますけど、あれ、ビームサーベル的なやつなんですよね。はい。ガンドールから発射されるガンドール砲に使われるビーム、何らかの名前はついてないエネルギーがあるんですけど、はい。その発射されるビーム、ガンドール砲のビームを濃縮して、ビームバーにしているのがダンクー剣っていう設定なんですよね。
そうそう。だからこれって、本体はこの、塚なんですよ。で、これが実際小型ガンドール砲なんですね。だからガンドール砲照射装置なんですよ、これが。で、ここから小型のガンドール砲がビューっと出ているっていうことなんですけど、さらに、OVA では、ガンドール砲を背中に受けて吸収したものを、この弾空圏から射出することによって、この弾空効果圏が生まれているので、これが本来の弾空圏の姿みたいな、そんな感じなんですよね。それが非常にこのクリアパーツでね、ものすごいでかいクリアパーツでよく表現されていて素晴らしいですね。はい。ノーマルの弾空圏はこちら。だから、弾空圏に比べてだいぶ長いですね。うん。柄も長くなっておりますし、はい、刀身も非常に長くなっております。ね。スパロボでは、ね、最強必殺技でおなじみの弾空効果剣です。さあ、こちらを装備させてみたいと思います。おー、きたーファイナル弾空効果剣やってやるぜ。おー、かっちょいい。おー、ファイナル弾空効果剣だめちゃくちゃかっちょいいね。長いなんつう長さ。うわ、めちゃくちゃかっちょよ。素晴らしいですね。さらに弾空剣も持たせてみましょう。今回もダブル弾空剣で、弾空剣二刀流で、はい、こんな感じですね。おー素晴らしい。ああ、いいね、いいね。うん。やっぱりね、うん。アルティメットダンクーがもうめちゃくちゃ僕ね、すごいいいと思います。めちゃくちゃかっこよかったんで、超興奮したんですけど、うん。やっぱね、ダンクーガのパワーアップってやっぱこっちなんですよね。これだな。いやー、だからね、感無量です。僕が求めてたダンクーガはこれだって感じがしますね。うん。めちゃくちゃいい。さあ、さらにですね、このファイナルダンクーガにはもう一個機能があって、こちらですね。一旦ちょっとダンクー剣は外しまして、はい、こちらの機種、はい、機種の部分ですね。こちらの方を展開して、肩をスライドします。せーの。あ、肩。せーの。よいしょ。肩をスライド。
スライドさせますと、はい、こんな感じで記事を開くことができます。そうすると、ここに、中にですね、はい、重項が、はい、もう造形されておりまして、こんな感じで。なので、ここからですね、開放バレル型の、はい、レールガンのようなね、そんな感じの、ファイナルダンク砲を、はい、射出モードを再現することができます。おー。ファイナルダンク砲、やってやるぜ。で、これ、上向けるんですよ。ダンクが。こういう感じですよね。おー。まさに、この、大張さんがパッケージイラストで描いたファイナルダンクーガが、ちょうどこんな感じなんですよね、ポーズが。こんな感じだったんですよ。おー、すごくない？すごいな。超合金の玩具でこんなん再現できんだぜ。いや、これすごっ。あ、かっこいい。あ、これはやばいね。めちゃくちゃかっちょいい。これ上向けんのめちゃんこいいね。ファイナルダンク砲だ。うわー、かっちょいい。という感じの遊び方ができます。ただね、ちょっとめちゃくちゃ重たいんで肉体の耐久的に、持っていられる時間の制限があります。ああ、素晴らしいね。ありがたい。はい、ということで、いやー、夢の完全変形合体、ファイナルダンクが、はい、なりますが、さらにですね、ここからもう一つあるんですね。もう一つギミックが隠されております。でこれはもう完全に座合体オリジナルモードというか、これはもう完全にね、座合体のみだけのモードになるんですけれども、はい、ここからですね、さらにこのブラックウィングをアルティメットダンクーガと、合体じゃないんですけど、合体フォーメーションというか、はい、はい、アルティメット、なんですかね。アルティメットファイナルダンク法みたいな、そういうモードがありますので、ちょっとそちらを再現最後にやっていきたいと思います。最後じゃないかもしれないですけどね。ということで、まずはブラックウィングを接続解除いたします。はい、そうしましたら、ブラックウィングは一旦はけまして、はい、さっき一生懸命頑張って外したですね、
アルティメットのアーマーを再度取り付けていきたいと思います。チワさん、アルティメットファイナルどっちが好きか悩ましい。個人的にはファイナルダンクーガの方が好みかな。ありますね。もうね、僕も、確かにね、どっちがいいかっていう話であれば、難しいとこですね。やっぱりアルティメットになると、やっぱ新しいロボって感覚ですよね。どっちか言ったら。やっぱりこう、デザインもアルティメットの外装パーツの部分が占める面積がでかいんで、ね、ちょっと、アルティメットダンクーガという新しいロボに合体したって感じですよね。だからそう考えると、まあ、新しいロボとしてめちゃくちゃかっこいいなって思って、それが好きだなっていうのはありますね。だからアルティメットダンクーガだとどうしてもそういう感じになるんで、でも昔のね、ダンクーガが好き。ダンクーガがめちゃんこ好きで、そのダンクーガを活かした強化合体っていう意味で言うならば、ファイナルダンクーガになると思うんですよね。だからそういう意味で、どっちが好きかってなるとむずいですね、それはね。いや、僕もね、正直言うと、ザ合体のこのダンクーガを触る前は、正直言うと、ぶっちぎりファイナルでした。正直に言うとね。だけど、いや、やっぱりね、現物触ると、いやー、むずいってなります。やっぱね、現物はね、かっこいいよ。現物はかっこいいからね、迷うね。せーの。そんなこんなしてるうちにですね、ちょっとパチパチと合体させております。ここでね、焦ってはいけない。焦るとまた先ほどのような悲劇がね、待っていますので、焦らない、焦らない。はい。でも結構ね、アルティメットダンクーガも、まあこれだけね、とんでもない機能を持っている玩具の割にはですね、慣れると、コツをつかんでしまえば、すごく合体させやすいですよね。他のハイエイジトイとかと比べたら。ここのね、スライドのこの、はい。ここのセットだけ結構大変なんですよね、アルティメットは。でもここさえセットしちゃえば、あとはこっちのもんなんですよ。で、あとは、このブレストアーマーの方を、接続しまして、はい、そうしましたら、最後ですね、頭部パーツ。
頭部パーツに先ほどの悪夢のジョイントを接続して、角を接続と。はい。で、強化頭部ができましたので、再度合体。この頭部の合体もカチッといくのがいいですね。うん。やっぱ超合金魂にしても、デラックス超合金にしても、やっぱね、ちょっと、首のね、接続が結構難儀するんですよね。これがね、カチッといくのは非常に素晴らしい。おー、はい、合体できました。アルティメットダンクーガです。さあ、ここにですね、はい。先ほどの、じゃじゃん。ブラックウィングファイナルダンク4モード。こちらですね。こちらの状態から、作っていきます。まずはですね、こちらを展開して、先ほどの合体ジョイントを畳んでおきます。よいしょと。はい、このような形で畳んでおきまして、はい、こうですね。そうしましたら、ウィングを畳みまして、でこちらのウィングも畳んでおきます。こんな感じですね。はい。そうしましたら、こちらの腰のアーマーですね。失礼。腰のアーマーを、はい、いいんだな。腰のアーマーを畳んでおきます。はい、こんな感じにしておきます。さあ、そうしましたら、なんとですね、ここの足の裏ですね、ここになんとですね、グリップが仕込んであるんですよね。これすごい。なんとこのブラックウィングの足の裏にね、はい、グリップが展開されて仕込まれてるんですよ。これめちゃんこすごいよな。はい。そうしましたら、先ほどのですね、えっと、はい。先ほどのスタンドですね。はい。このスタンドに、ブラックウィングを、そうか。これにセットするから、胸は戻しておくんだ。胸は戻しておきます。で、このスタンドにセットしまして、こんな感じですね。そうしましたら、アルティメットダンクーガを後ろに配置しまして、そうしましたら単純にこのグリップを持たせるわけですね。よよいしょ。
あ、持てた。おー、持てました。アルティメットファイナルダンクフォーメーションだ。イェーイ。おー、合体ではないんですが、合体攻撃モードみたいな感じですかね。おー、めちゃくちゃ素晴らしいですね。一応ね、こういう感じで、はい、ダンク砲、ファイナルダンク砲はね、こういう感じでね、前に向いてるので、はい、ファイナルダンク砲を射撃する形態としては、非常に理にかなった、はい、形態かな、なんていうふうに思います。おー、これはかっちょいいですね。おー、これはいいな。おー、すげえかっこいい。めちゃくちゃいいね。なるほど。ね、さらにこのダイガンとかがこういうの合体できたらいいんですけどね。したらなおよし。あ、ちょっと待てよ。ちょっと待って。えっとね、えっと、まずこれあるでしょ、スピア。このスピアを、おっと失礼。ここにセットできるんですよね。まず。はい。そうしたら、で、このね、オタワさんのね、レビューにあったんですけど、ここのね、このパーツのこのスリットに、スピアのね、絵を甘噛みできるんですよ。そうすると、おーできたできたあれやばっす。素晴らしい。大眼も含めた、アルティメットファイナルダンクフォーメーションだイェイすごっすごくないあれ、これどうやって撮ればいいんだ、これ。このかっこよさ。うわ、これ超すごい。ダイガンも合体してる。やったおー、これは素晴らしい。めちゃめちゃいいね、これ。一応これが逆夫妻にこうつける格好なんで、残念ながら、あ、これ、こいつまでは取り付けらんないんですけどね。いけるかな。でも、ここ自体がね、甘噛みしてるだけなんで、あんまり余計な荷重かけらんないんですよね。でもここまで来たら全部くっつけたい気もする。おおおおできた
できた。おー、全部合体した。もう一回言います。アルティメットファイナルダンクフォーメーションだ。イェイ。おー、これだ。これです。これ。おー、いいですね。あ、ということはだよ。ドドン。先ほどの俺合体。ああ、外れてしまった。おー、できた。アルティメットファイナルダンクフォーメーションだ。イェーイ。後ろのキャノン砲もつけて。おー。おー。これをもってダンク剣以外全部合体してる。あ、これやばいね。ダンクが最強フォーム。フォームではないか、合体攻撃。あー、これは感無量です。あー、いいね。素晴らしい。おー。チアさん、ブラックウィングのファイナルダンク砲が、正面向くのが熱い。ね。これがね、ちょうどこう銃口が前に向くのがいいよね。ほんとそうですね。いやー、ちょっと大満足だな。チアさん、無下野郎を一撃で吹き飛ばせますね。確かに。無下野郎。もうね、重戦機体はそういう風に言ってましたね。うん。これもかっこいいね。あ、上からもかっこいいな。いや、ちょっとこれ、いいね。なんかこの、なんだろう。大海神剣王のね、イカ天空バスターみたいなのをちょっと思い出しましたけれども。うん、そういうイカ天空バスター的な感じでいいね。さあ、ということでですね、もうちょっとめちゃめちゃ最高な状態なんですけれども、ここからもう一個だけやりたい。もう一個だけやりたいのが、このアルティメットダンクーガ状態で果たしてブラックウィングは合体できるのかというね、ことをちょっとやっていきたいと思います。ということで、ちょっとね、ファイナルダンク砲モードの方はちょっと解除いたしまして、は、よいしょ。はい。このような形でアルティメットダンクが。実際にね、このブラックウィングの接続方法は、アルティメット
ダンクーガン、アルティメットのバックパックと、まあ、合体方法は全く同じなんで、まあ、問題なく、背面にね、アルティメットのバックパックの代わりに、ブラックウィングを背負うことは可能だと思いますね。なので、ちょっとやってみたいと思います。ここから、先ほどのね、おっと、先ほどの合体ポジションを取って、あとは背面に合体させるだけです。はい。まずは、アルティメットのバックパックの方を取り外します。はい。そうしましたら、はい。ファイナルダンクーガのバックパックを背中に接続します。せーの、あれせーの。はい。これで合体ができました。よいしょ。さあ、これで合体。おー、できた。ファイナルアルティメットダンクーガだ。イェーイ。おー、合体できました。ファイナルダンクーガにアルティメットアーマーを取り付けております。ちょっとね、こういう風にやってみたらどうでしょう。おーおー、かっこよ。あ、これもいいですね。これも。おー、めちゃくちゃかっちょいい。うわー、めちゃくちゃかっちょいい。ファイナルアルティメット、ダンクガナーおー、いいですね。もちろん、こいつはね、余りパーツになってしまうんですけれども、うん。ただね、うん。ファイナルダンクーガのさらにもう一個先っていう意味では、ちょっと、感慨深いものがありますね。先ほどのね、ファイナルダンク砲モードは、まあ言うてね、スタンドが必要になっちゃうんで、うん。なかなかね、合体という風には言えない感じがちょっとね、もどかしさがありつつ。なるほど。なるほどな。だからね、ファイナルの状態でこうやってね、アルティメットのアーマーを着込んだまま合体できるっていうのは非常にいいですね。ただやっぱりちょっと背中怖いな。ちょっと、
ワンクリック。ただ今ね、ちょっとやりながらですね、なんとかくっつけられないかなって今ちょっと思案しておりまして、なんかできそうな気がしてきたんですよね。で、こっからは完全なるアドリブの世界に入ってきちゃうんですけれども、なんかできそう。ここに、要は握り手があるわけじゃないですか。これをなんか利用できないかな。これ腕あるでしょ？この腕を使って、なんとか、お、こうして腕を使って拳を出して、この拳を使って接続できないかな。こういう感じで。で、ここのウィングは上に畳んじゃって、で、こいつを万歳させて、懸垂状態。懸垂状態で腕を持たせる。うわ、めっちゃ大変。結構大変か。無謀か。なんかいけそうな感じがしますね。うまく持ててくれたらいける。お、持った。こっち持てました。あ、こっちも持てた。おおおおお無理くりですけど、ちょっとこれウイングもうちょい横に張り出させるか。おおできた。おおアルティメットファイナルダンクがない。イエーイできたー。うわ、めちゃくちゃかっこいい。
いや、だいぶ頑張ってるんじゃないでしょうか。このね、強烈な6枚羽根。これを使って、完全にダンクーガとブラックウィングと大竜ガを完全に合体させました。そしてですね、ここちゃんと懸垂で、お手手で握っている状態ですけど、一応接続ちゃんとしております。それとね、背面が鬼のような重量になりますけど、ここでね、ちゃんとピタッと設置できてるんで、全然、むしろ、安定性は一番いいです。もう完全に二人羽織状態というか、二人羽織合体なんで、うん。できましたよ。最強のダンク柄。究極の姿。嬉しい。じゃあちょっと、ここにさらにですね、ドドン。ダンクー剣二刀流を、例のごとく、やらせていただきましてですね。今度は、ダンク工学研の方で、きたー。はい。はい。はい、最強。はい、最強。すごいね。これだ。これこそ、僕らが待ちに望んでいたダンクーが究極の姿。いやー、できましたね。重戦機体全合体。やったー。嬉しい。ちょっと今日はこれ完全燃焼しましたね。いやー、これは最強だな。もう言うことねえっす。やっぱりね、ダンクーが、ファイナルが出て、もう僕はね、もう昇天したというかファイナルの段階でもうね、僕はもう大満足で、まあ、生涯の中のね、もうほんとトップ1、トップ2、トップ3、3子に入るぐらいの、まあ一番ね、心の中にある、ロボガン、ロボットっていう感じに、ね、決定してたんですけど、ファイナルダンクーガがね、もう僕のマイフェイバリットスーパーロボットの中のね、もうほんとトップ3に入る、まあ、最高のね、ロボットっていう感じになったんですけど、やっぱアルティメットが出てきたらね、もう先週の生配信でもうアルティメット超好きになっちゃって、いや、これはスーパーロボット、強化合体するスーパーロボットの中で最高峰だろうなんて思っちゃってたんですけど、いやー、でも、やっぱりさ、心のどこかでさ、でも合体できないしなっていうのがちょっとあったじゃないですか。ファイナルとアルティメットで2種類の強化合体がありますが、でもそれらはね、やっぱ所詮合体できないよねっていう、なんかちょっともどかしさというかね、アルティメットダンクーガが出てしまったがゆえの、なんか苦悩というか、
ですよね。アルティメットがなければ、ファイナルダンクーガが最終形態で終わりだったじゃないですか。アルティメットが出たっていうことは、アルティメットとファイナルで2種類の最終形態ってなったんですけど、ちょっともどかしさがあったっつうかね。それがさ、できましたよ。余剰なし、全合体。おお、うれぴー。いや、ちょっとこれはたまらないね。たまらないっす。さあ、ということでですね、ちょっと今日はもう本当超感無量ですね。チュアさん、頑張れ、ビッグモスの股関節。素晴らしい。ありがとうございます。パチ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 。圧倒される存在感。ありがとうございます。ねえ、これ、ちょっと最高だね。いや、もうちょっとね、ザ合体ダンクがもう決定版です。もうこれができた段階でもう決定版ですよ。もう完全にかっちょいい。ねえ、だってこんな姿だってね、本編で出てきてないじゃんみたいなこと言うんだったら、ファイナルダンクーガだって出てきてねえし、なんだったらダンクー家も出てきてねえよと。ダンクー工学家もテレビ本編には出てきてねえよって話でなんで、いいじゃないとね。なんでも。でもこれで最強でしょう。もう言うことないです。もう今回の生配信はもう僕の中ではね、大成功。超大成功の超大満足の配信になりました。イェイ！ありがとうございました。いやー、これ、ちょっとやばいな。もうしばらくずっとこれで引きずります。もう超好きですね。もう大好き。さあ、ということでですね、今回で、ザ合体、ダンクーがもう非常に素晴らしい玩具でしたけれども、はい。堪能させていただきました。もうね、本当に僕の大好きなね、メモリアルな、はい、スーパーロボットなんで、もうこれがね、こんな決定版のやつを、はい、出てきてくれたので、もう本当にね、大感謝ですね。ありがとう、メカスマって感じです。いやー、なのでね、ちょっと3週にわたって、お送りさせていただきました。生配信で、玩具レビューさせていただきました。ザ合体シリーズの、ダンクーガシリーズですね。はい、こちらの方をやっていきましたが、次回からですね、また別の楽しい玩具の方を選んでですね、はい、またね、生配信の方やっていきたいと思いますので、ぜひぜひお時間がございましたら、ご参加の方よろしくお願いいたします。来週は、あちらの、ミニプラオフ会の方にね、私、僕の方参加しちゃってると思いますので、もしかしたらちょっと来週はお休みいただきちゃうかもしれません。で、来週1回お休みして、再来週からまた、通常通りやっていこうかと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。あるいはですね、もしかしたらちょっとだけ生配信するかもしれないんですけど、ちょっとそこら辺はちょっと流動的なので、またX とか、あとは YouTube の投稿の方で、お知らせしたいなと思いますので、ぜひぜひそちらの方チェックしていただいてですね、また生配信の方参加していただければと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。いやー、最高でした。最高。ちょっとやばいね。ということで、長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。バッチでした。また次回の配信もよろしくね。バイバイ。またねー。